インプレッションではなくもうリアルに買いたい愛でお話をしております。直接対決になってくるとBM のディーゼルってこんな静かなの？同士打ちになってるんじゃないかな。すごい深刻な顔で終わってしまいました。はい、それでは悩ましい市場行きたいと思います。前回お届けしたのが、ガソリンモデルの220で、こちらはですねディーゼルモデルになります。さあ市場行きましょう。自分で施工でこの効果、シラさん50。内外装と使い勝手のですね後半のインテリア編でもお届けしました通りですね、こちらディーゼルです。で始動の時の動きっていうのもちょっと若干違うので、そこは気をつけといてねっていう感じがするんですけれども、これはやっぱりね悩ましいですよね。何が悩ましいかって始動の時こそやっぱりねプルンとはするんですよ、やっぱディーゼルなので。なんですけどこのプルンと感が本当に少ないんですよね。 BMW のディーゼルってめちゃくちゃ静かで精神性が高い。さらに言うならば実は BMW はガソリンエンジンはもっと静かなので、 BMW 内同士で乗り換えるとやっぱり振動であるとか音であるとかそういったことはややこうやって乗り換えると気にはなるんですけど、他のメーカーと乗り換えるとなんじゃこれって思うぐらい静かなんですよ BMW って。これは本当にねもう正直意味がわからないのでございます。こっちもクイックやんか。なんこれどうしよう、悩みますね何をね悩みますねって言ってるかというと、ぜひシリーズを通してご覧いただきたいんですが、この動画からご覧いただいた方のためにご説明しましょう。私リアルにこのセグメントの車を今買いたいと思っております。なのでリアルに買いたい愛でインプレッションではなくもうリアルに買いたい愛でお話をしておりますといった感じでございます。同じような人多いんじゃないかと思いますからお話ししていきますけれども、この車全幅1800です。めちゃくちゃ取り回しがいい、東京でもドンピシャのサイズで、全幅が1800なのにこんなに綺麗な流麗なラインを、持っているっていうね、まずデザインの美しさが一つ、そしてもちろん全高も全長もですね立体駐車場に大体入るといったようなサイズ感です。そしてこのサイズ感を叶えながらぜひね内外装と使い勝手ご覧いただきたいんですけれども、本当にねこのグランクーペはお値段もねまあですけれども、インテリアがめっちゃくちゃ綺麗なんですよね。ちゃんとプレミアムカー、欧州プレミアムセグメントを持っているっていう所有欲をもう存分に満たしてくれるゴージャスな内装になってます。今回はですねこの前にお届けしたガソリンエンジンモデルが黒内装だったので、ディーゼルのモデル試乗車だとですね白内装を選んでいただきました。なのでもうなおのことこの欧州プレミアムセグメント感っていうのはですね際立つんですけれども、コンパクトセグメントになってくるとそのインテリアのね選択肢がやっぱり狭まってきてしまう。特に日本はですね運転席のスイッチもあるので内装色であったりとかその本国に設定されているオプションが選びにくいっていった中で、その BMW さん今ね上手にこのコンパクトセグメントにもゴージャスな仕様をたくさん入れてきてくださってるなと。この選択幅っていうところにも良心的なそのコンパクトセグメントのお客さんをちゃんと取っていこうっていう気持ちも感じられますし、好感の持てる部分ではあります。つまり小さい車でもこの FF のねコンパクトセグメントのプラットフォーム使っている車ですけれども、しっかりと BMW ファミリー感っていうのを味わえるっていうところが魅力だと思うんですよね。で私はその FF か FR かっていうのはあんまり気にしてなくて、あと4駆かっていうのも気にしてなくて、4駆が欲しい方はさらにこの上位グレードのですね235がありますので、そちらは X ドライブになっているので4駆っていうのもねいいかと思うんですけれども、私意外とですねその FF でも FF 引きなんですよね。室内広いしすごく都会でも使いやすいし運転もしやすいので全然嫌いじゃないです。なんでそこにアレルギーがない人、私と同じような人はですね全然このね2シリーズのグランクーペの射程圏内に入ってくると思います。でそんなね小さくてもプレミアム、小さくても BMW の世界観っていうのをしっかり味わえるシリーズの中でですね、じゃあ分かったとね、その魅力がよく分かったと。小さくコンパクトでかつちゃんと BMW でプレミアムでそして所有するに十分な理由、サイズ的な理由もある。じゃあ買おう。
こで悩みになってくるのがガソリンかディーゼルか問題でございます。そうこの車ですね、もう本当に私もリアルにそれ悩むって思うところが、220の 1.5 リッターの3気筒のガソリンエンジンも燃費がいいっていうことなんですよね。そして今回乗らせていただいているのが 220D の直4のディーゼルエンジン、ディーゼルターボです。もうね、そもそもねこれまたちょっと相反する話になってくるんですけれども、そもそも BMW 好き、本流 BMW 好き、本流車好き、ヘリテージが好きですごい BMW のそのフィロソフィーみたいなのが好きっていう人は、おそらくこの2シリーズ1シリーズは選んでこないんじゃないかなと思うんですよね。今はもうそういう時代じゃないかな。でこれでなんでって思う人は多分ちょっとその本流車好き、エンスージエストって呼ばれている人たちとは違う部類にある人、私もそっちに入るんですけれども、だと思います。そういう人ってもしかしたらそのスペックとかを気にしない人なのかなっていう感じもするので、この先に私がする話とは少しずれてくるかもしれないんですけれども、もしかしたらですね、スペック好きの人はこのディーゼルの方が好みっていう人がいるかもしれない。なぜならば同じ車体、同じ車格でですね、こちらの方がやっぱりエンジン大きいんですよね。2リッターで4気筒、シリンダーも1個大きいし、エンジンもですね0.5大きいっていうね、ことがありますので、大きいエンジン好きな人はこっちに目が行くかなと思います。そうじゃなくてちょっとややこしい話になるんですけれども、多分ディーゼルだからこの車欲しい、ディーゼルイコール燃費に優れている、でディーゼルイコールまずその燃料価格が安いっていうところも含めて、やっぱり同じ選択肢だったらディーゼルの方がいいんじゃない、長距離乗るしって思ってる人もいらっしゃると思うんですね。で私も同じような感じで、日頃からすっごい移動距離が長いので、ディーゼルいいなって思ってたんですよ。でもうこれが2リッターあることによってですよ、実はその燃費っていうことに対して220と 220D の差が燃費っていう面で見るとあんまり差がなくなってきているのがちょっと面白い部分でもあるんです。これね、燃費は WLTC でリッター21です。ガソリンが 19.9 なんですね。価格が520万円で、ディーゼルがですよ540万円なんですよね。悩むでしょこのたかだか20万円で車のねこのエンジンが変えてしまうってなってくると、いやこれは悩むでということなんですよ。でこう直接対決になってくると、じゃあ車の運動性能とか車としての魅力っていうところに評価軸が向いてくると思うんですけれども、そうさっきの話に戻りますけれども、スペック的に言うとこちらは2リッターの直4のターボになるのでエンジン大きいです。そしてそもそもディーゼルエンジンなので飛び出し感とか、例えばストップ&ゴーであるとか、その初期のトルクみたいなのを求める人はディーゼルで、中間加速の中間のパワーみたいなのを求める人はガソリンっていう図式になってくるわけですよね。わかりますか？なのであなたが使う走行シーンによって車を選んでいかないと少しややこしい話になってくるよと。そして燃費車両価格はもうかなり僅差のところにいるので、ここが難しい話だよということですよ。もうどうします？どっちにします？もう正直私もちょっとよく分かんなくなってきました。ただし私はこの車買うんだったらディーゼルだな、540万出してでもディーゼルだな、なぜならば日頃の燃費をって思ってたんですけど、実際乗ってみるとやっぱりガソリンと乗り比べてしまうと、ガソリンの走行質感の高さ、鼻先の軽さ、クイックさ、先進感のある感じっていうのがやっぱりガソリンに軍配が上がってしまうかな。ディーゼルの方がね、やっぱりそのエンジン重い分少しちょっと鼻先の重さであるとか、このディーゼルのザラザラ感っていうのをやや乗り換えるとですよ感じてしまうんですよ。ただし今まで他社のディーゼルとかに乗ってた人からすると、BM のディーゼルってこんな静かなのっていうのは間違いなく思います。今の BMW のディーゼルエンジンってめちゃくちゃ静かなんですよ。ものすごく滑らかなので、これがしかも 48V のマイルドハイブリッドになってるわけですよ。で
でこの48V のマイルドハイブリッドはガソリン版にももちろんついているんですけれども、この 48V のマイルドハイブリッドはモーターの走行域があるやつじゃなくて、いわゆるマイルドハイブリッドですね。モーターがエンジンのサポートをしてくれる、アシストをしてくれるといったようなものになってます。ですので例えばそのディーゼルがね今までちょっと苦手としていた中間域あたりのですねトルクの膨らみであったりとか、そういうものをですねモーターでアシストしてくれるといったものになりますので、ガソリンの場合は下からしっかり、そしてこのディーゼルの場合はですねしっかりしているシステムトータルトルクがね400ニュートンメーターとかになってくるんですけれども、ガソリンだけでいうと370かな。でシステムトータルでいうと400ニュートンメーターっていうね、このトルクの盛り上がりにふさわしいですね中間域の膨らみっていうのを足してくれるのがこの 48V の BMW の 48V マイルドハイブリッドになっているので、両方ともですねガソリンももう本当に分かんない、ガソリンもディーゼルもすごいいいとこ行ってますね。同士打ちになってるんじゃないかなと思うぐらい両方いいですね。どうします？ちょっと皆さんこれ試乗して教えてください。どう思いました？ただ私のライフスタイルに合わせるとやっぱりディーゼルなのかな。フィールでいうとガソリンですし、そのガソリンでも今燃費の悪い子に乗ってるのでリッター20も走っちゃったら全然ガソリンでいいんですよね。一つ言えるのはどっち買っても満足度はめちゃくちゃ高いです。本当に自分がどういうフィールが好きなのかを選んでいただきたいと思います。ただ一つ大きな差があるとすればですよ、この車も、実はですねメカサスのアダプティブダンパーの入ったものになっていて、味の統一は全部されてるんですよね。だからそのシリーズ通して2のグランクーペで味の差っていうのはあんまり感じづらくはあるんですけれども、感じるとすればおそらく、ちょっとしたこのノーズの重さ、多分前後の重量配分とかも変わってきているので、こっちの方がやや重厚感があります。で重厚感っていうのは逆に言うとちょっと220の方が軽やかでもあるんですよね。だからクイックで軽やかでスポーティーなハンドリングを目指したいのであればガソリン、そして重厚でどっしり直進を楽しみたいのであればやはりこのディーゼルっていう選び方もあると思います。だから味がねちょっと微妙に違うので、そこは選択ポイントになってくるかな。双方ですねこの BMW の M のステアリングが入っているので結構ね持ち太りのするしっかりとしたサイズのステアリングが入っています。でこのグリップが太いことによってハンドリングというか回してった時の軽さっていうのをですね演出をしているんですよね。でこの軽さによってこれだけ乗ったらこれもすっごい軽く感じますけど 1.5 の方の220の方がさらに軽やかです。こうやってパッて乗り換えるとすごくよくわかるんですけれども、味が全然そこが一番違うところかなと思います。なので個人的には軽やかですごいすっきりしたフィールはめちゃくちゃいい。でその BMW の広報さんもとある方はですねやっぱガソリンのスルンとした感じめっちゃいいんだよっていうふうにおっしゃっていたので、ここもとっても悩ましい部分ではありますよね。ディーゼルかな。そう軽油価格を考えるとディーゼルかな。でもそんなしみったれた話を自動車ジャーナリストがしていいのか。いやでもそんなことを言ってられないぐらい今私の移動距離がおかしなことになっている。あと極低速になってきて、車内音がすごい静かになってくると、タイヤのノイズがねなくなってくると少しですねこのディーゼル音っていうのが、いやでもそれでも静かですよ。聞こえますか？今ほとんど聞こえないと思いますよこのディーゼルの音。さっきから冷感始動なので割と今日はディーゼルのね始動の時にブルンとしたような感じが出てくるようなシーンだと思います。外気温がどんどん下がってきているっていうのもありますし、今までねずっと駐車していたものを乗っているっていうその本当冷感始動ですね。そういうところがあるのでそこですよね。ちょっと答えが出ないままになりました。ちょっと答えはいつかライブで発表します。とにかくこれは悩みます。駐車もしやすいんですよね。これ狭いから横幅が結構ね今駐車させていただいておりますけれども、一発で結構パコって、おおこんな逆にすごい深刻な顔で終わってしまいました。これは悩みます。自分でできる簡単早くて効果抜群ダイヤモンドプラス。
シラさん50です。全然ツルツル。